もし性行為の最中に昔の恋人の名前を呼んでしまったら、その先にどんな修羅場が待っていると思いますか？2015年9月20日、アメリカフロリダ州サンライズ、深夜3時39分、911に1本の通報が入りました。Hello? Fucking hell, man. My girlfriend's fucking in the bathroom. She's gonna breathe for it. I mean, like, oh my god, she's gonna die, man. Come on. Okay. Come here, man. Please. I can barely understand what's happening. Like, hurry up. She's gonna die, man. Come on, she's gonna die. So I'm gonna sing you some help, okay? 必死に声を張り上げ、恋人が危険な状態だと訴えるその男が叫ぶ隣では、その恋人が腸を4メートルもえぐり出され息絶えていたんです。恋人に内臓をえぐり出され殺されてしまった女性。楽しく酒を飲み交わしていた2人の空気はたった一言で一変してしまうんです。愛し合っていたはずの男女が犯した危険な過ちとは。おそすけんちゃんです。みやみやみこーです。ちょっとさ、はいいくらなんでも暑すぎるの。暑いよね。最高気温35度、ね、6月にして、でもね、こういう時に粋な涼む方法を持ってるもんがかっこいいってもんじゃないね。まあね、粋な生き方したいからね。そうね私はあるの1個ね、あえて熱々のコーヒーを飲むとかね、やったことある。何も解決しないよそれ。いや、私の仮説によるとね、うん自分の体温が上がるとさ、外気温に近づくじゃない。だから相対的には温度下がってんのよ、ここの幅が。わかる？まあ分かるよ言ってること、うん全くなるほどとはなんないけどいいの、私は涼しくなるから解決事件。今回はアメリカフロリダ州で起きた殺人事件をご紹介します。女性が恋人によって腸を引きずり出されて殺されてしまう非常に残虐な事件なんですが、なんとこの2人は事件直前まで非常に仲睦まじく過ごしていたというんです。それのどこが仲がいいのよ。腸を引きずり出して殺すなんてさ、ありえないじゃない、仲いいなんて。普段はね、優しく見える相手でも絶対に触れられたくない地雷みたいなものを持ってるのかもしれないですね。というわけで事件のね、その日急に起こり出したその男が持っていた地雷とは一体何だったんでしょうか。絶対に許せないこと。2015年9月19日、アメリカフロリダ州サンライズ、夜10時頃、一組の男女がアパートへ帰宅しました。男女はそれぞれトラック整備工のフィデル・ロペスとその恋人のマリア・リゼット・ネメス。フィデルの母親の家で夕食を食べた後、近所のチリレストランでマルガリータを数杯飲んでいた2人はほろ酔い気分で玄関のドアを開けました。新居に乾杯だな。そう言うと、まだ片付いていない引っ越しの段ボールを集め即席のテーブルを作ったフィデル。彼はカットしたライムと塩を用意し、帰り道で買ってきたテキーラをショットグラスに注ぎ始めます。2人は長くフィデルの両親と暮らしていましたが、約1週間前にこのアパートへ転居。恋人のマリアは不動産関係の仕事をしており、ここは彼女の仲介で決まった新居だったんです。スマホで音楽を流しながらフィデルは上機嫌でテキーラを煽り始めました。そんな楽しげな2人の空気が変わったのは、恋人のマリアが次のように話し始めた時。最近私国へ帰った方がいいかなって思ってるのよね。ママももう年だから。実のところマリアはペルーからの移民、彼氏のフィデルもキューバ移民で、2人は境遇が似ていたために意気投合したところもありました。家族思いで優しい性格のマリアは故郷の母親を放っておけないと感じていたようなんです。一方でせっかく2人で暮らし始めたところだというのに、帰国の話を持ち出したマリアに対しフィデルは表情を曇らせます。さらに彼女はアメリカでの思い出話をし始め、8年連れ添った元夫のことにも触れたんです。その瞬間、フィデルはグラスを持つ手を怒りに震わせました。俺の前でその男の名を口にするんじゃねえ。そう、恋人が自分以外の男の話をすることこそがフィデルにとっての地雷でした。フィデルの高校時代の恋人曰く、彼は非常に嫉妬深く、体のラインが見えるからレギンスは履くな、俺以外の男と喋るななどと言い出す男。彼の前で元夫の昔話など絶対にしてはいけなかったんです。昔の恋人の話とか普通に考えればね、多数の人が2人でいる時に聞きたくない話の一つよね。相手に聞かれない限りはね、しない方が無難ですよね。こうしてね、マリアはフィデルの地雷に触れたんですが、彼の怒り方っていうのは近隣住民がみんな起きてしまうほど壮絶なものだったんです。騒がしいわね。家具でも動かしてるのかしら、夜中なのに。天井から聞こえる物音に目を覚ましたのは、フィデルの部屋の下の階で暮らしている女性とその娘。彼女たちはしばらくその音に耳を澄ませていたのですが、
そうしているうちに単に家具を動かしているでは到底済まされないようなとてつもない衝撃音が聞こえてきたんです。その衝撃は天井のシーリングファンが今にも落下しそうな勢いで揺れているほどでした。そしてちょうど同じ頃、帰宅した男性が駐車場からアパートへ向かって歩いていると、どの部屋から聞こえているのかは分かりませんでしたが、敷地内に女性の悲痛な叫び声が響いていました。その叫び声は言葉にすらなっておらず、男性は誰かが激痛に苦しみもだえているような印象を覚えたんです。ただしばらくすると、アパートの敷地内に響いていたそれらの音も止んだため、住人たちは特に気にせず眠りにつきました。そして騒音が止まってから2時間半後の深夜3時39分、911へ次のような通報が寄せられたんです。 Hello? Fucking hurry up, man. My girlfriend's fucking in the bathroom. She gonna breathe for me. I mean, like, oh my god, she's gonna die, man. Come on. Okay. Come here, man. Please. I can barely understand what's going on. I don't know when she went to the bathroom, and when I went there, it was full of blood and everything, like, I don't know, man, she's not breathing. I mean, like, she's gonna die, man. Come on, shut up. 動揺していたフィデルはオペレーターに住所を説明できませんでしたが、警察は電話の発信履歴からアパートの場所を特定。そして彼らがその部屋へ足を踏み入れると、衝撃的な光景が飛び込んできたんです。一体何があったんだ。床や壁には大量に飛び散った血液、バルコニーのガラス戸は粉々に砕かれ、壁には大きな穴が開けられている状態。クローゼットの扉は引き剥がされ、廊下に乱雑に転がっていました。そしてそのクローゼットの中には約4メートルにもなる人間の腸の断片が転がっていたんです。クローゼットにはその他にも人体の一部とみられる肉片が散乱。そんな中、ユニットバスの中では通報者のフィデルが泣きじゃくっていました。マリア、お願いだから目を覚ましてくれ、マリア。彼は血まみれで倒れている恋人マリアを必死で揺り起こそうとしていたんです。現場の現状がおぞましすぎて、クローゼットの中に引きちぎられた腸が転がってるっていうの聞いたこともない描写で、一体どうやったらそんなことなんのよ。普通に取っ組み合いをしてもそんなことにはなんないですよね。取り調べを受けたフィデルは惨劇の理由を一体どのように語ったのか。彼女が望んだこと。警察が駆けつけた後、被害者のマリアは搬送先の病院で死亡が確認されました。死因は臓器の損傷による失血死。なぜ彼女の体内から4メートルもの腸が引きずり出されるに至ったのか。警察は現行犯逮捕されたフィデルの取り調べを進めました。フィデルとマリアが夜まで何をしていて何時に帰ってきたのか、さらにその時の服装などについても警察はつぶさに質問。そして現場のガラス戸や壁、クローゼットの扉などが破壊されていたことについて聞かれると、フィデルは次のように供述しました。マリアとお酒を飲んでいて喧嘩になったんです。それであまりにも腹が立っていろいろと物を壊してしまった。何に対して怒ったのか酔っていてあまり覚えてないけど、彼女が国へ帰りたいと言い出したり、前の旦那の話をしていたことのような気がします。問題はなぜその喧嘩からマリアの腸が引きずり出されるような事態になったかということ。そのことについてフィデルは耳を疑うような説明をしたんです。いえ、喧嘩でそうなってしまったわけではありません。僕らはあの後一度仲直りをしてクローゼットの中でセックスしていたんです。その最中、マリアはビール瓶を突っ込んでほしいと頼んできました。ビール瓶っても危なすぎるでしょ。絶対に真似しちゃダメなやつですよね、俺。マリアからビール瓶を使った行為を要求されたというフィデル。彼はその時の自分の反応を次のように語りました。喧嘩をしたこととアパートを壊してしまったことに罪悪感があったので、彼女の言う通りにしました。でも正直不快だった。酔っていたのはわかるけど、俺のじゃ満足できないのかって。しかしビール瓶を体内に入れたというだけでは4メートルもの長さの腸が引きずり出されていたことの説明がつきません。警察はフィデルが何か話していないことがあると考え質問を続けます。彼女が出血していたのは行為の途中にビール瓶が割れたからですか？いや、瓶は割れていません。ただそれを突っ込んだ時に血が出てきたことは覚えてる。その後バスルームへ移動して今度は腕を入れてほしいと言われました。それが良くなかったのかもしれません。酔っていてあまりよく覚えていないけれど。警察はフィデルのその説明に思わず顔をしかめました。彼女は出血していたんですよね。それなのに腕を入れたんですか？はい、痛くないからやってくれと言われて、それも酔っていてうろ覚えなんですが。バスルームでのその行為の最中、気分が悪くなったフィデルは一度バルコニーまでタバコを吸いに、そして戻ってきた時、マリアはすでに息をしていなかったというんです。顔に冷たい水をかけても人工呼吸をしてもダメだった。それで怖くなって911に通報したんです。
なんかおかしいわね。別にこれはさ、マリアの腸が引きずり出されてることの説明にはなってなくないこれ。フィデルはね、酔って覚えていないって言ってるんですけど、うんそもそもね、それ自体嘘なんですよ。フィデルは事件について重大な事実を隠しているんです。我を忘れてビール瓶を使った行為の後、クローゼットからバスルームへ移動し、今度はマリアの体内に腕を入れたと話したフィデル。警察はその供述に対しても矛盾を指摘しました。あなたが腕を入れた場所がバスルームだというなら、なぜクローゼットに彼女の内臓が落ちていたのか説明がつかない。それにあれだけ内臓が損傷していて、彼女が痛くないと言ったとは考えられないんですよ。フィデルはその質問に対しても、酔っていてよく覚えていないと答えますが、警察はその言葉がごまかしだということにも気づいていました。先ほど説明した通り、警察は犯行に関すること以外にも服装やその日帰るまでの行動について事細かに質問をしています。フィデルはそれらの事情についていずれも詳細に答えているにもかかわらず、犯行に関する話題の時だけ酔っていて覚えていないと言い出すんです。また彼はマリアが息をしていないことに気づいてすぐに911へ通報したと話していましたが、その説明にも矛盾がありました。近隣住民がフィデルの部屋からの大きな物音やマリアの叫び声を聞いたのは深夜1時頃。その後マリアの叫び声を聞いた人は一人もおらず、彼女はその時点で亡くなっていたと考えられます。フィデルが911へ通報したのはその2時間半後の深夜3時39分。一体その2時間半の間、彼は何をしていたというのでしょうか。あの時あなたは酔っ払っていた。そのため意図していないのに最悪の結果になってしまった。もしあなたが彼女のことを大切に思っているなら、本当は何があったかを話せるはずです。警察は現場写真や室内の物証を見せながらフィデルを長時間問い詰めました。こうして観念した彼はついにその日起きた真実を話したんです。2015年9月20日の深夜1時頃、フィデルと恋人のマリアはクローゼットの中で体を重ねていた。テキーラのボトルを半分ほど開け、すっかり酔いが回った2人は夢中で互いの体を求め合った。その最中のこと、ロバート、ロバート。唐突にマリアが口にしたその名前にフィデルはすぐに動きを止めた。彼の鬼の形相を前に、マリアは自分が8年連れ添った元夫の名前を間違えて呼んでしまったことに気づいた。俺の前でその男の名を口にするんじゃねえ。激高したフィデルはクローゼットの扉を引き倒し、そこから出ていった。室内に何度となく響く衝突音やガラスが砕ける音。嫉妬に狂ったフィデルは完全に我を忘れていた。そんなに俺のじゃ満足できないか。クソクソ。しばらくして室内に響いていたその音は止まった。そして再びクローゼットへ戻ってきたフィデルの手には空のビール瓶が握られていた。いいものを持ってきた。俺のじゃ満足できないんだろ。その後、フィデルはマリアの下腹部へビール瓶やヘアアイロンなどを押し込み、彼女の局部を散々にいたぶりました。その性的暴行はマリアが気絶した後も続き、最後は肘の位置まで腕を体内に入れたというフィデル。彼はその手で腸をつかみ、力任せにそれを引きずり出したんです。彼女が行為の最中に他の男の名前を呼んで、怒りで我を忘れていたんです。ビール瓶とかさ、妙なもの使ってたっていうのは別に彼女に求められたわけじゃなくて、無理やりフィデルがやってたことだったのね。そうなんです。そして女性のね、性的な部分を破壊しようとするその心理っていうのは、犯罪心理学ではデフェミニゼーションっていうんです。というわけで本日のメトラキーワード、デフェミニゼーションについて。デフェミニゼーションとは主に犯罪心理学の分野で使われる言葉で、女性としての象徴の破壊を意味します。具体的には殺人や暴行の際に生殖器や乳房など女性らしさが現れる部位を切除、損壊するような行動のこと。体を損壊する犯行といえば性的興奮を目的にした快楽殺人が思い浮かびますが、デフェミニゼーションの目的は単なる快楽ではない場合も多いとされます。デフェミニゼーションの多くは嫉妬や独占欲によって引き起こされるもので、女性としての尊厳を奪い罰を与えることが目的。フィデルの場合も自分以外の男に惹かれるようなら女性ですらなくして二度と行為ができないようにしてやろうと罰を与える心理があったと考えられるんです。あの時もし僕がシラフだったら別の男の名前を呼ばれても黙って部屋を出ていくだけだったかもしれません。でもあの時は酔っていたから。最愛の恋人を殺害してしまった自分の行為を悔やむフィデル。実は彼はこの1年前にも
酒によって暴力沙汰を起こしており、一度の逮捕歴がありました。フィデルには確かに酒に酔うと我を忘れてしまう性質があったのかもしれません。ただそうであったとしても、フィデルのマリアに対する強行は本当に彼が酔っていたからこそと言えるものなのでしょうか。動画をご覧の皆さんは、フィデルの高校時代の恋人が彼の嫉妬深い性格に言及していたのを覚えているでしょうか。体のラインが見えるからレギンスは履くな。俺以外の男と喋るな。支配的とも取れる彼の性格を思うと、酔っている酔っていないに関係なく、マリアが元夫の名を口にした時点で激高している場面は容易に想像できます。またフィデルの高校時代の恋人はこうも証言しているんです。彼との性行為でキャンドルを無理やり入れられたことがあります。もともとそういう性癖の男なんじゃないのこれは。この情報だけでね、全てを判断はできないんですけれども、今回のような事件を起こしてしまうのも時間の問題だったのかもしれません。裁判においてフィデルは死刑も免れないとされていましたが、結局は司法取引に応じて減刑に。2017年8月3日、第1級殺人及び性的暴行で有罪となったフィデルに下された判決は仮釈放なしの終身刑。判決の条件として控訴が一切認められないことも決められていました。取り調べで真実を全て話した際、フィデルは次のように語っています。俺は一体何年くらい刑務所に入ることになるんでしょうか。マリアの前に付き合っていた女性との間に2人子供がいるんです。刑務所を出てまた子供たちに会いたいという彼の願いはもう二度と叶わなくなってしまったんです。至って順調に恋愛をしていたはずが、1年2ヶ月の交際期間でたった一度放たれた一言によって殺人にまで発展してしまったフィデルとマリアの関係。フィデルほど怒り狂うのは稀だとしても、地雷となる一言で相手の態度が表変してしまうことは珍しくありません。あなたは恋人に何気ない一言を許してもらえなかった経験がありますか？